皆さん、こんにちは。ゼンです。今日は自宅のデスクを紹介したいと思います。先日、友人が自宅に遊びに来た際に、私のデスクを見て、めっちゃこだわってるじゃん。YouTube やっちゃいなよと言われたので、早速やってみることにしました。皆さんの参考にもなればと思い、少し今更な感じもしますが、ついに YouTuber デビューです。まだまだ不慣れなので、もし改善点等があれば、ぜひコメント欄で教えてください。これが初めての動画なので、簡単に私のプロフィールを紹介します。私は今年の4月に新卒でとある会社に入社し、現在半年ほど働いています。学生時代は AI に関する研究に従事していました。大学に入った頃にカメラを買って、初めてのパソコンを親に買ってもらった頃からガジェットの沼に少しずつハマっていきました。今日は私が学生時代から少しずつ揃えてきたガジェットを紹介していければと思います。今日紹介したものの中でもっと詳しく聞きたいというものがあればコメント欄で教えてくださいね。まずは全体像から見ていただきます。デスクは 1LDK のリビングの角に設置しています。机とモニターと椅子というベーシックな組み合わせで、机の他には可動式の棚があるくらいです。ベーシックな組み合わせではありますが、かなり構成を考えて作り上げているので、何本かの動画に分けて少しずつ紹介していければと思いますので、今日は全体をさらっと見ていきます。まず目を引くのはかなり幅の広い机でしょうか。足はフレキシスポットの E7H という昇降式のフレームに自作の一枚板の天板を乗せています。足と天板だけで 60kg ほどあり、かなり重いですが、キャスターを裏につけているため移動は楽々で、掃除の際や見る角度を変えたいときに机ごと移動できます。ただし、引っ越しはかなり大変なので、筋トレ頑張ってください。一枚板の天板はヤフオクで落札したもので、27,000円ほどだったと思います。自分で耳と呼ばれる横の部分や天板の部分をノミやヤスリできれいに削り、オイルを塗っているので非常に愛着があります。購入方法や施工方法も今後動画にしていくので、チャンネル登録をしてお待ちください。次に目を引くのは巨大なモニターでしょうか。このモニターは LG のスマートディスプレイ 42.5 インチです。Amazon 限定の商品で LG の公式にも掲載がありますが、ほぼ売り出そうとはされていません。とにかくでかいディスプレイが欲しいという人にはかなりおすすめです。とある理由があって LG のスマートディスプレイを買うということは決まっていて、31.5 インチのモデルとかなり迷ったのですが、机も余裕があるので大きいサイズにしました。実用性というよりロマンを少し追い求めてしまった感もありますが、後悔はしていません。物にこだわるのはいいですが、お金が無限にあるわけではありません。デスクを作り上げていくにあたって何を最も重要視するべきだと思いますか？私はまずは椅子にお金をかけるべきだと考えています。最も自身の体と増える面積が大きく、
体に合わない椅子を使っていると、疲れや集中が途切れることとなり、仕事の効率やクオリティにも大きく影響を及ぼします。買う際に注意していただきたいのは、必ず実際に座ってから購入をすること。それぞれの好みや心地いいと感じる硬さが異なるため、必ず座るようにしましょう。都心であれば、新宿の大塚家具の8階は椅子専用のフロアとなっており、各種メーカーの椅子はほぼ全てあると言えるほどの品揃えです。私もここを訪れて全て座って比べて今の椅子にたどり着きました。私はエルゴヒューマンのプロ2という椅子のヘッドレストがないロータイプを購入しました。価格は12万円。決して安い買い物ではないですが、非常に満足しています。ちなみにこのエルゴヒューマンですが、公式のホームページから購入することもできますが、楽天の公式ホームページから購入した方が早く届く場合があるのと、楽天ポイントが 10% ほど付与されるため、お得に購入できます。楽天公式のリンクは概要欄にあるのでチェックしてみてください。楽天公式だけかは不明なのですが、組み立て済みの椅子を配送して、ゴミもすべて持ち帰っていただけたため、自分で組み立てて大量の段ボールを捨てるという必要がなくなるのも地味に嬉しいポイントですね。先ほど紹介した巨大モニターと PC はそれぞれモニターアームによって支えられています。モニターアームにすることで角度が自在に変えられるのはもちろん、モニターや PC の下の空間も使えるようになるため、スペースを広く使用できます。どちらも中華製の比較的安いモニターアームですが、今のところ何の問題もなく使えています。特に大きいモニターは重量がかなりあるので支えられるか不安でしたが、普段そこまでガシガシ動かさないということもあり、今のところ問題はありません。右側の PC は通常のモニター用のアームに PC を載せるアタッチメントを別で購入して載せています。PC を机にそのまま置こうとすると、思っているよりもスペースを取ってしまうため、この方法はかなり気に入っています。プライベート用のメインマシンは2023年の MacBook Air 15.6 インチを使用しています。インテルの MacBook Pro から乗り換えて購入しましたが、M2 チップは本当に熱くならないし、静かで快適そのものです。見た目もかっこいいし、最高の相棒です。このデスクで作業するときは、ロジクールのキーボードとマウスを使っています。キーボードは MX Keys S です。社用の PC が Windows なのですが、MX Keys S であれば Mac でも Windows でもどちらでも使いやすいようにキーボードが刻印されています。ワンタッチで使用するパソコンを切り替えられるのもいいところですね。初めてのパソコンが Mac だったので、ストロークの短いパチパチとした打鍵感に慣れていることもあり、とても気に入っています。あまり点キーを使う機会がないので、MX Keys Mini でも良かったかもしれません。これが壊れたら買い替えようと思います。マウスは MX Master 3S です。このマウスはスクロールがめちゃめちゃできるのがお気に入りポイントで、長いウェブサイトなどでもすぐに下の方まで移動することができます。また、横方向のホイールを使えば、Chrome のタブをクリックすることなく素早く切り替えできるのもいいポイントです。最近トラックボールシリーズの Ergo がようやく Type-C 充電に対応したので、ぜひ使ってみたいという気持ちもあります。よくあるデスクツアーでは、スピーカーが
机の上に配置されている人が多いですが、私の場合は机には置いていません。では、どこから音を出すか。答えは天井です。正確に言うと、アレクサをリビングの角と天井に設置し、ステレオ接続して両方から音を出しています。アレクサでスマートフォンを向かしつつ、音もかなりいいので満足しています。スピーカー周りの話は説明しだすとかなりややこしいので、別の動画を作りますね。地味な内容ですが、配線も気になる人が多いのではないでしょうか。私は天板の裏のフレームの部分に磁石でくっつく電源タップを一つ設置しており、昇降デスクから外には1本のケーブルのみが出るようにしています。電源タップからモニターの電源と机の上のスマホ充電用のドック、デスクの上のライト、ワイヤースティック TV の電源を直接取っています。一つだけ電源タップをさらに伸ばして机の左側の収納ボックスの横に貼り付けています。ここはカメラや PC、モバイルバッテリーなど机の上で充電したいもの用に巻き取り式のタイプ C を設置しています。その他、机の上に置いているものとして目覚ましとタイマー、リップクリームやアクセサリーなどの小物を置いています。ところで、リップクリームってなんでこんなに増えていくんでしょうか。なくしたと思って購入したら次の日にポッケから出てくるんです。不思議ですね。話は戻して、机の上が広いがゆえに、私の場合油断するとすぐに物が散乱するので、定位置を決めることと日々の片付けが大事になります。机の左下にはタワーの収納ボックスをネジ止めで取り付けており、PC やタブレットなどをしまっています。かなり駆け足でしたが、現在の私のデスクを紹介させていただきました。もう少し語りたいところですが、動画も長くなってきたので、一旦締めたいと思います。このチャンネルでは、私が普段使っている道具や普段の生活スタイルなどを発信していきます。少しでも皆さんのためになる情報をお届けしたいと思いますので、動画の感想をコメントしてもらえると、チャンネルの改善につながるため嬉しいです。次回の動画も見逃さないように、チャンネル登録してお待ちください。本日は以上となります。ゼンでした。ではまた。